絶賛カンピロバクターに感染中の火鉢マナでございます。最初に言っとくと、別に俺自分で焼いた肉とかじゃないんで、俺悪くないんでって言ったら、俺にももちろん火はね、それはあるっちゃあるんですけど、いやマジで普通に飲食店行って普通に出てきた、別にその刺身とかを頼んだわけでもないんさ、その鶏刺しとかっていうわけでもなく、普通の鶏料理で当たりましたね。ほんまに運悪かったわ。実はこれ発覚したん結構前で、だからあれだよな、めっちゃ早い人やったら今日も治ってる人もいるかなぐらい、実は日数が経ってて、俺不確定だった時期が数日あったんだよな。その病院に行かれへんくって、仕事忙しすぎて、そう病院になかなか行くタイミングなくて、なんか体調悪いしめっちゃ一日中トイレ行ってるなの日が最初2日1日かなあって、実際はだから日曜日ぐらいかな、日曜日ぐらいにちょっと日曜日の夜かな、なんかみたいな感じになって、でもう次の日からはずーっとトイレみたいな、トイレから出ていかれへんし、で熱めっちゃ出るしみたいな、熱もやばかったよな。熱も9度以上まで上がって、上がなかったのよ。だから俺の中で食中毒ってさ、もう上も下もってイメージやったから、上がないし食中毒ではないなと。でしかもその鶏肉は確かに食った、鶏料理は確かに食べたけど、そんなにもうちょっと時間経ってるし、3日ぐらい経ってたよな。その心当たり、あるならこれだな、ここだなってお店があって、心当たりがね。でも3日ぐらい前やしなと思って、そんなん食当たりすんのやったら直後に症状出るでしょと思って調べたら、カンピロは3日から5日間ぐらいで症状が出るっぽくて、ドンピシャだと思ってドンピシャだったんだよね。別に時間経ちすぎとかでもなく、しかも別に上からは来ないみたいな。カンピロは来ないというか、来る人もいるのかもしれないけど、来ないこともあるっていうところで、熱と下からだったから、カンピロだって、で病院行けるタイミングがあったら病院行って、でなんか食べれてない飲めてないようだったらその点滴とかもっていう風だったけど、俺は飲めてはいた。食べるのはもう怖くて食べられへんかったね。お腹は空いてたけどめっちゃ食欲はあったんやけど、食べたら出ちゃうから怖くて食べられへんくって、飲み食べ一切しなくても出ちゃうのよ。もうずっとトイレに引きこもりになっちゃうから、じゃあ別に一緒かと思って。固形が出るのってちょっと痛いんよな。もうお尻ももう傷ついちゃってるしっていうところで、だから固形が出るのは嫌だけど、液体だったら別に出ても一緒かと思ってたから、でもめちゃくちゃ飲んでて、痔になってる、もうすごいよ今今一瞬下見ちゃったのすごいリアルなんだけど、すっごいよもう歩かれへん、マジでめっちゃ痛い。だから一番しんどかったのはもちろん腹痛、もう常時めちゃくちゃもうほんまに意識飛ぶんちゃうかぐらいの腹痛がずっと続いてたのが一番辛くて、今も腹痛はあるんやけど、痛みはその当初と変わらず感覚が伸びたって感じかな。だから今日配信しようと思ったって感じ。今まではその感覚もほんまにもう20分おき、いやそんなあかんな、10分ないぐらいおきにもうトイレ行ってて、しかもそのじゃあ意外とそんなやんって思ったかもしれんけど、1回がだから10分おきに痛み来るけど1回が9分やねわかる？だからそのちょっと痛み収まったかなって言ってそのトイレ流して、でちょっと一旦横になろうっつってこうトイレ出て、このベッドにこうダイブってしたら、ダイブすることで体勢がちょっと変わるやんか。体勢変わったらもうギュッてくんのよ。うわやばいっつってまたトイレ行ってみたいな。なんか一回腹筋して一回筋トレの腹筋してからまたトイレ行った変なやつみたいなことをずっと一日中してたね。ちゃんとした食当たりになったんがほんまにこれが初めてやったからさ。でうちの同期にはさ、食当たりフレンズがいるからよ食当たりフレンズにもね、みんなにこう連絡して「カンピロなったわ」ってカンピロなったったわ、ほんまにこれきついな、俺死ぬかもとか言って死ぬかもしらんこれとか言って、みんなにね、同期のみんなに短文の遺書みたいなやつを俺死ぬかも、今までありがとうなとか言ってたね。一人食べに行った。そうだよ、一人食べに行った。だからそれこそね、じゃあめっちゃなんかちょっと隠れ家的なところに行って、でそこで出た鶏刺しを食べてとか、鶏の内臓系のものを何か食べて当たりましただったら、もう
まず最初に俺のせいだなになるし、プラス病院行ってどこで何を食べたんですかとかもちろん聞かれるわけよ。その時にもう正直保健所案件というかさ、いやもうあれ店が悪いわってなるけど、いやマジでお店の名前を出すのもなっていうぐらい、別に普通のみんなも知ってるところでもないよ別に。もちろんその元をたどっていっちゃえばね、それはじゃあそれでもいくらね有名なとこでもお店が悪いよってなるのかもしんないけど、いやなんか本当にこればっかりだった気がするな、俺の場合は。別になんかそういうのが悪いわけじゃない気がする。なんかその鮮度がうんぬんかんぬんとかガチだわ。しかも本当になんか刺身とかじゃないからね。とか弁とかっていうのやめてくれとか弁とかはもう見飽きたんだから。今日はね比較的だからすごい朝からなんかちょっと調子よかったよな。なんかね他の普通の痛みが痛いって感じやとしたら、なんかそれに加えてカンピロの腹痛、食当たり全般なんか分からへんけど、食当たりとしておこうか。食当たりの腹痛ってなんかね腸を絞られるみたいな、わかる？大腸をこううにゅって絞られる感じの、なんかね痛みプラス気持ち悪いみたいな、吐き気とは違う気持ち悪いみたいなのがあるんだよね。もちろん痛いんだけど、それよりやっぱねじ切られる系の感覚が強かったんだよね。もう本当に誰かに大腸をこうグッてこう両手でハンドルみたいに握られてってこう臓器みたいに絞られてるような感じだったんやけど、今朝はどっちかというといつもの腹痛に近い方にちょっと寄ってて、痛みの種類がこれちょっと治ってきたなと思って、もういつ波来てもおかしくない。ちょっとでも痛くなったら俺配信やめるからね今日。マジみんなも気をつけて。気をつけてっつったからって、なんかその特定の店に俺はマイナスをするつもりはないし、第一俺はね、鶏肉が大好きなので、俺肉の中でダントツ鶏肉が好きだし。でもやっぱ夏っていうところもあって、ある程度管理ちゃんとしててもね、特にいろんな、寄生虫ないし、なんか菌みたいなものっていうのは食材に湧きやすい時期かなと思うから、別にね、お店に限った話じゃなくて、みんなもその自宅でね、何かお肉とかに火入れする時もそうやし、他のものもやっぱ冷蔵庫に入れてるから大丈夫じゃなくて、腐りやすい時期になってるから、マジ気をつけてほしいわ。食当たり、冷笑とまでいかんかったけど、そう、相方の稲見来にはね、カンピロなったわーって報告したと同時に、いや今まで食当たり冷笑会話やったけどちょっと痛み知ったわとかってね冗談で送ったけど、実際冷笑とはもちろんねしんどそうなとこも見てるし、いろんな人がねしんどいんやろなっていうのは分かりつつ、もちろんやっぱ自分が経験してへんかったからあんまりなんかいまいちピンとはこうへんなぐらいの感じやった。ちゃんとしたやつをね一人で耐えてたのなんか分散する方法があったら誰かに分散してるよ俺。だから強いて言うならあれかな、同期にディスコ送ってカンピロなっちゃったヒーンって言って、ちょっと痛み緩和してたぐらいかな。40分持ってるやん、いい感じやで。全然まだね今違和感ぐらい。わかんだよな、これ段階なんだよ。なんか来るねみたいな感じ。今まだ違和感だから大丈夫、全然段階あるんだよね。でもそれで言うとね、ってガチクソ短いよお手洗い行くじゃん。である程度戦うじゃん、格闘してすげえもう汗ダクダク息ゼーハーで出てくんのトイレからって言って、もう10分後ぐらいにはちょっと汚い違和感ってなってるから。やっぱ配信ってアドレナリン出るからあれなんだな、多少持ち長くなるんやな。これおもろいな。なんかそういう論文とか出そうそんなノリじゃ出せんか論文って。いやでもねやっぱ食当たり怖いなってなったな。いやそうだからうちの相方が結構食当たりマスターやねんけど、やっぱやつも言ってんのよ。あいつと飯行くこと結構多いけど、飯行くたびにさ、なんかすごいやたらやっぱあいつ焼くんだよね。そんな焼くみたいなこと言うと、やっぱ本当にガチ当たってから食えんって当たってからちょっともう無理やねとか言ってるから、じゃあほんまかみたいな、いやそんな考えすぎやろとか言ってたけど食えん俺ももう今度から悪いけど炭にしてから食うよ。鶏肉一番好きなのは変わんないけど、炭でも鶏肉はうまいから。別に俺が焼いたわけじゃないしね今回俺ガチ悪くないんだよ今回。季節が悪いね。誰が悪いってギリギリ言うなら季節が悪い。季節のせい。夏が悪い。自分言うてね、自分で買った購入してるものは自分の責任だと思うからあれだけど、正直さ、俺含め一人暮らしの皆さんってさ、冷蔵庫の中に入ってるちょっと賞味期限もしくは消費期限切れのものってさ、なんかこう多少
多少大丈夫やろで食べることあるやんか。ガチ夏ね、やめときな。夏場はね、冷蔵庫入りでもね、舐めたらあかんで。マジで不安だったらもう冷凍庫に入れたらいいから。冷凍庫ガチ最強だから。やっぱその、ところてん方式って言ったお医者さん俺信じてるから。やっぱ俺イメージでさ、生きてるから日頃。頭の中にどうこう、映像をイメージするかであらゆることを考えてるから、ところてんって言ったな先生って思いながら。だから今、その、一番最初は、こうやって、わかるかな？腸ってさ、こうなってるやんか。こうなってる腸のさ、ここら辺にあった、その、カンピロくん。本当はね、細菌性だからいろんなとこにこうやって飛び散ってんねやろうけど、ここら辺にあったカンピロくんを、今頑張ってところてん方式でこうやっていろんな水分とか、食べ物とかをこうやって入れて、こう流してってんねん今こうやって、こうやってこうやって。そう、その最中やから今。そう。だからね、この後もいっぱい水分とか取って直していこうかなって思います。